こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして労働生産性について解説をしていきたいと思います。日本全体としての労働生産性、海外に比べて低いというのは皆さんご存知かもしれません。そして個々の企業においても今生産性の向上というのが非常に大きな課題の一つとしてその生産性向上のために取り組んでいるかと思います。日本生産性本部というところがありまして毎年日本と海外を比較をした労働生産性の状況についてのデータを公表しております。今回新たに公表されました。そちら内容を確認をしていきますと、日本の労働生産性20年ぶりに上昇という形になっておりまして、OECD 加盟国38カ国の中で今回は29位という形になって、依然順位としては低いんですけれど、やっと上向いてきたという状況になっております。今回の概要ですけれど、まずは労働生産性の国際比較について見ていきたいと思います。そして日本は労働生産性が低いと言われておりますけれど、その労働生産性低い理由ですね。そちらについて見ていきたいと思います。そして労働生産性高めるために今リスキリング等を行っている会社も多いかと思います。こういった労働生産性を高めるための手法としてリスキリング数年前から着目されてきておりますけれど、さらに一歩進んだ形として今注目をされているのがエンゲージメント、そして D&I と言われるものになります。こちらをご紹介をして最後に注意点とまとめという形になります。まずは労働生産性の国際比較ということで、各諸外国と日本の順位の推移についてグラフで示しています。日本はですね、前年においては31、2022年は31、過去最低を更新をしたという状況でしたが、2023年では順位を上げまして、38カ国中29位という状況になっております。そして時間あたりの労働生産性というのも前年は 52.3 ドルだったのが今は 56.8 ドルという形で上がってきているという状況になっております。では、なぜ労働生産性が上昇に転じたのかといったところですが、まず一番大きいのは経済成長率が上向いてきた。それに伴って日本の株価も上昇をしてきたといったところが一番大きい。コロナからの回復、諸外国に比べて遅れてはいますけれど、やっと回復傾向にあるといったところが今回の労働生産性の順位の上昇に寄与しているというところになります。ただ、一方で、経済成長率が上向いて物価も上がっている分、賃金の上昇が追いついていないという状況にありまして、その結果、実質賃金については、2024年11月の段階で4ヶ月連続でマイナスという形になっております。したがって今後はですね、最低賃金の引き上げ、賃金の引き上げ、そういったところの勢いが加速をしていくかもしれません。そして労働生産性、日本は29位でありますけれど、1位はアイルランド、2位はノルウェーという形になっております。まだまだですね、諸外国と大きく水を開けられている状況になりますので、もっともっと労働生産性を上げていかなければいけないという形になります。こちらは日本国民全体としての労働生産性になりますけれど、では、就業者1人当たりの労働生産性といった場合、どういった状況かを見ていきますと、就業者1人当たりの労働生産性を見ていくと、日本はですね、2022年は31位だったんですけれど、2023年は32位という形で順位を下げているという形になっております。日本の1人当たりの労働生産性、就業者当たりについては877万円ということで、過去最低を更新をしたという形。諸外国の中で2023年は5位であったアメリカと比べてみますと、アメリカの 55% 程度の労働生産性しかないということがわかるかと思います。では、経済成長率は上向いてくる中で、1人当たりの
労働生産性というのも下がっているといった状況ではありますが、この労働生産性が低い理由について見ていきたいと思います。この労働生産性というのは、言い換えると付加価値、利益を生み出す力というふうに考えていただければと思いますが、その利益を生み出す力に対してですね、日本においては一つの仕事に携わる社員の数が多いというふうに言われております。また、同時に時間をかけすぎているといったこともよく言われるといった状況です。ここに対してですね、働き方改革といったところも進めておりまして、長時間労働の慣行、今までは時間でカバーをしていった状況に関して、時間外の上限規制というのが始まっております。したがって、決められた時間外をできるだけ減らしていって、生産性を上げていくという取り組みが必要になってくる。また、デジタル化への遅れといったところも指摘されておりましたけれど、ここに関しても政府は IT 化、DX 化といったところの取り組みを推進しておりまして、補助金に関してもかなり多くのものが作られているといった状況になっています。こういった中で労働生産性を高めていく上で、今一番重要だと思われているのがエンゲージメントと言われるものになっております。以前別の動画でもご紹介をしましたけれど、従業員のモチベーション、やる気といったところは、日本は非常に低いというのが、いわゆるギャラップ社の調査によって分かったと言って、熱意あふれる社員がいない日本の企業というふうに取り上げられたこともありました。そんな中で、どうやって従業員のモチベーションを上げていこうかといったところで、働きがい、エンゲージメントの向上に取り組む企業が増えてきております。もちろんですね、このエンゲージメントの中に労働生産性含まれますけれど、労働生産性を向上させるための手法としてリスキリングというのを行っている企業も多いかと思いますけれど、リスキリングはあくまでもスキルになりますので、重要なのは一人一人の自立性という形で、スキルを身につけて、その上で自立で働きがいがないと生産性が上がっていかないというふうに言われております。では、このエンゲージメント、働きがいについて見ていきたいと思います。日本においてはですね、近年人手不足といったところが非常に問題になっている。そして人を採用するための採用の費用ですとか手間が増えてきている。また、労働市場の流動化で離職者または転職者が増えてきている。2025年4月からはですね、自発的離職の場合の給付制限というのがまた一層短縮化されるといったところで、労働市場の流動化がさらに加速をすることが予測されております。こういった状況、今日本では直面はしているわけですけれど、海外においてはもうすでにですね、1990年頃に問題視されていて、着手に取り組んでいるといった状況。いわゆる海外では転職によるスキルアップというのが普通であった。そしてそれに伴って採用費用ですとか手間を抑えるためにエンゲージメントというのが見直され始めたといった状況。それに伴ってエンゲージメントを高めていくために従業員サーベイ、エンゲージメントサーベイというのが行われ始めた。日本においてもですね、約4割の企業でエンゲージメントサーベイ実施をしているというデータがありますけれど、今日本もですね、エンゲージメントの向上に取り組んでいるといった状況。このエンゲージメントですけれど、自律的、自発的なやる気のある社員の育成をするための取り組み、そしてやる気がある従業員を育成することによって退職者を減少させる。そして採用の費用、手間などを削減をしていくといったところになります。従業員エンゲージメントというのをですね、会社の理念等に共感をして、業績向上のために自発的に会社に貢献をしたいと思う意欲というふうに定義づけをされます。こういった従業員の育成が今後の日本企業において大きな課題になってくるといったところになります。では、このエンゲージメントを高めていくための取り組みとして、今注目をされているのが、ダイバーシティ&インクルージョン、D&I と言われるものになっています。いわゆるエンゲージメントを高めて組織を成長させる取り組みとして、ダイバーシティというのは多様性と訳されます。
インクルージョンというのは受容性と訳されまして、これを掛け合わせた造語という形になります。これについてはですね、経済産業省が出しておりますダイバーシティ 2.0 行動ガイドラインというところにも記載がされております。そして、この D&I の取り組みとして記載がされている内容、一部抜粋をしてみますけれど、経営戦略の策定についてまずは行うということで、自社の方針や目標の設定をする。そして、それを進めるための推進体制の構築、そしてルールの整備が必要。そして一番重要なのが、管理職や従業員の行動や意識改革ということで、ここに関しては仕組みを作っただけでは、進みませんので、地道な、周知ですとか教育が必要になってくる。こういったところに取り組んでいって、ダイバーシティ&インクルージョンということで、その結果エンゲージメントを高めていこうという取り組みが進められております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、今現状、人手不足といった状況、2025年卒の採用充足率というのは 70% というふうなデータが出ております。3年連続で減少して過去最低を更新をしている。もう新卒採用はなかなか難しくなってきている。また、学生においてもですね、大学の定員充足率が 100% を割っているといったニュースもありましたけれど、学校側においても優秀な外国人留学生の囲い込みというのが加速をしているといった状況です。したがって今後は性別、国籍、世代、スキル、キャリア、様々なものを含めて、いろんな人が活躍できるような職場づくりというのが重要になってくると考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。